皆さんこんにちは、あみです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はこのようなうさぎちゃんの帽子を作ってみました。目とかね、鼻とかもつけて作ってみましたけど、ちょっと裏だけどシンプルに顔がなくてもうさぎに見えるような形で作っていますので、お好みでね顔をつけてみてください。編み方もちょっと特殊なんですけども、ただの細編みじゃなくってちょっと棒編みで編んだような編み方で今回は編んでいます。次の動画でこちらのワンピースの編み方も紹介していこうと思いますので、またご覧いただけたら嬉しいです。使用する糸ですけれども、こちらは全てセリアさんで購入してきました。本体はこちらふんわりメランジ、ちょっとモフモフした毛糸で編んでいます。で、塩かぎ針は7から9とありますので、今回は全部8号で合わせて編んでいきます。ここの白いところはこの耳、こちらの糸で編んでいます。そして次の動画ですけれども、ワンピースのスカートの部分はラテモールのナンバー5のこのピンクの糸でスカートの部分を編んでみました。このふわふわポンポンっていう糸もうさぎにねなんか合いそうだったので、こっちでも編んでみました。こんな感じです。お好みで選んでもらえたらなと思います。でもしこちらのふわふわポンポンでワンピースを編もうと思うのであれば、ここの鼻の部分もねこの耳じゃなくって合わせてふわふわポンポンで編んでしまってもいいかなと。そしたらねこの2つだけ購入していただけたら作れるかなと思います。はい、では早速帽子を編んでいきます。まずは鎖の作り目から始めます。糸をこのようにかけて8号針ですね。8号針で、鎖の作り目をして、鎖編みを24目編みます。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、20、1、2、3、4目。鎖編みをまず24目編みます。では1段目です。1段目は先ほど編んだこの鎖の目を拾って細編みを編んでいきます。で、あとずっと細編みなんですけれども、ちょっと特殊な細編みで今回は編みます。ヘリンボーンっていう編み方なんですけれども、ちょっと編みながら説明していきますね。まずはいつも通り鎖編み1目で立ち上がって、今回は裏山じゃなくてそのままこの鎖の半目と裏山こっちを拾って細編みを編むんですけども、この次の細編みを編む時にこの今かかっているこの目ですね、この目の手前だけ拾って編みたいので、ちょっとゆったりめに長めに引き出しておいてから細編みを編みます。こんな感じです。で、次また細編みを編む時に先ほど編んだこの細編みの足のところの手前の目、こちら1本だけ拾って、そして隣の鎖編みのところに細編みを編みます。ここですね、ここを拾って、でまた最後の目のところは長めに引き出して、それから3本同時に引き抜きます。こんな感じです。で、次またここですね、ここの足の1本だけを拾って、そして隣の鎖編みを拾って、でちょっと長めに引き出して、そして一気に引き抜きます。編んでいくとちょっと斜めに編み目がなっていきます。こんな感じで最後までね鎖の目が24目ありますので、24目細編みを編んでいきます。こことこう拾って長めに出して3本一気に引き抜く。ここ1本と拾って3本引き抜く。あまりきちきちに編むと目を拾いにくいので、この細編みはねゆったりめに編んでいった方がいいかなと思います。
最後まで24目編んできました。こんな感じですね。斜めにねラインが入っています。この段階での長さは約16センチくらいですね。はい、次2段目です。2段目を編んでいきます。まず鎖編み1目で立ち上がって、でくるっと向きを変えまして、まずは細編みのうね編みを編みます。うね編みは前段の細編みの向こう半目だけ拾って編んでいく編み方なんですけれども、今回のヘリンボーンの編み方だとちょっと前段の頭の目が分かりにくくって、これが今編み進めていく方向なんですけど、この、前段の細編みの頭がここに見える部位ではなくて、さらに奥に見えるこの部位ですね。これです。この部位になっている目の向こう半目、ここです。これですね。ここの目を拾って細編みを編んでいきます。さらに細編みは先ほどと同じ感じで横の目も拾いながら編んでいきます。まず1目目は普通のうね編みの細編みを編みますので、ここの目です。ここの目を拾って普通の細編みを1目編みますけども、この目はまた拾いますのでちょっと長めに引き出して細編みをします。そして2目目はここの目と前段の細編みの向こう半目、ここだけを拾って細編みを編みますけど、ちょっとまたね長めに引き出して3目同時に引き抜きます。もう1目いきますね。ここの、最後に編んだ1目と前段の向こう半目だけ、ここを拾ってで長めに引き出して細編み、でちょっと慣れるまでは引き出す時にここの付け根のところを押さえながら引っ張ってあげると、次ねこの1本を拾う時にしっかりと残っててくれるので、こうしてね拾って長めに引き出して、この付け根を持ったまま引き出すとやりやすいかなと思います。この目と向こう半目を拾ってこう押さえながら引き抜く。そうするとこういう模様がねできてくるかなと思いますので、これでまた24目最後まで編んでいきます。はい、これで最後です。はい、こんな感じで2段目が編めました。では次3段目です。3段目以降もずっと同じ編み方です。鎖編み1目で立ち上がってくるっと向きを変えまして、最初の目はここではなくてもう1個向こうのこっちのここに細編みを1目編みます。でまた同様にこの1目と前段の向こう半目だけを拾ってで長めに引き出して3本一気に引き抜きます。全く編み方は一緒です。はい、こうですね。で今これ3段目ですけれども、これをずっと同じ編み方で12段目まで全部で12段編んでいきます。なのでちょっと12段目まで飛ばさせてもらいますね。12段目まで編んできました。こんな感じでうねの部分がですね6個 1,2,3,4,5,6 個できているかなと思います。ちょっとサイズ測っておきますね。縦の部分はちょっとキュッとなって13センチくらいになってます。で幅は8センチくらいかなっていうサイズで今
これでね半分のところができました。同じようにしてもうあと半分12段編んでいくんですけども、そのままずっと24段まで編むんではなくって、この時にちょっと耳の部分も作りたいんです。耳は最後に縫い合わせるんですけども、この部分を耳の形にしたいので、隙間を作ってからまた続けて編んでいこうかなと思います。今ここが24目ありますので、半分の12目まではそのまま編んでいきます。13段目です。今まで通り鎖1目で立ち上がって裏に返して、最初は普通の細編みのうね編みで編みますね。でその次からはこの横の目を拾いながら向こう半目も拾って3目同時に引き抜く、この編み方でずっと同様にね12目編んでいきます。まず12目ですね。12目編んだら残りのところは編まないで鎖編みを12目作ります。1、2、3、鎖を12目作って、この部分は耳が作れるように隙間を作ります。でここからはまた同じようにうねがね6個できるように24段目まで編んでいきます。でここの鎖の拾うところは最初の作り目の時と同じで、鎖で立ち上がって鎖の2目を拾って裏山とね上半目を拾って細編みを編んでいきます。で鎖の部分はね12目ありますので12目編んでいきます。鎖のところが12目編めたらこちら側も引き続き編んでいきます。横の目1目とここですね、向こう側半目を拾ってここと向こう側半目これを拾って細編み、こんな感じでね、最後ちょっと長いですけどねずっと編んでいって、はい24段目まで編めました。こんな感じです。ちょっとこの片一歩が欠けたような形にはなりますけれども、このうねが123456789101112個12個できるように編みました。そしてこれをねうさぎの形になるように形成していきます。まずはこの糸端をちょっと長めにカットして、でこの端っこが綺麗にね腕になっている方が表側ですので、中が表になるように中表にして合わせます。そしてこの端と端をとじ針でね合わせていくんですけれども、半分だけこっちも空いてますので半分だけ12目合わせていきます。手前側の半目と反対側も半目拾って、合わせていきます。じゃあ12目残して反対側の12目は縫い合わせてきました。こんな形ですね。そしたら今度はこれを半分にして、でこっち側もね空いていると思うのでこんな形でこの V のところを針で縫い合わせていきます。手前の半目と向こうの半目を拾ってざくっとねざっくり合わせていきます。
い、12目合わせてきたら最後ですね、ここの筒状になっているところをちょっとザクザクと並縫いで目を拾って、そして最後ギュッと絞ります。そしてギリギリのところでちょっと十字にね補強しておいて、ちょっと簡単ですけど筒を閉じました。そしてひっくり返してみるとこんな感じになっています。これが片一方のね耳になりますので、同じようにしてもう片一方もこの12目とギュッと筒を絞って耳の形を形成していきます。はい、こんな感じです。はい、これだけだとちょっとまだ帽子が短いので、最後にここの横の目を拾いながらさらに縁を編んでいきます。はい、では続けてこの横の目を拾って編んでいくんですけれども、この後ろのところがね縫い合わせたところなので、この辺りから始めていきます。はい、また糸を持ってきまして、立ち上がりの鎖の目があると思うので、そこを拾って一度引き抜いて、そして鎖編み1目で立ち上がって細編みを編んでいきます。この細編みは普通の細編みで大丈夫です。糸端も一緒にしながら細編みで、次はここですね、この目を拾って細編み、次は立ち上がりのところで、次はこの斜めのところ、でこの1周が24段編んできてますので、1段に1つずつ細編みを入れて全部で24目編んでいきます。ぐるっと1周細編みを編んできたら、最初の細編みの頭にねここに引き抜いて、これで1周編めました。こんな感じです。はい、そしたら2段目です。2段目からは長編みを編んでいきます。まず長編みなので鎖3目で立ち上がって、でこの鎖3目も長編み1目とみなしますので、次はこの隣の目に移動して、この隣の目に長編みの増し目をします。1、2、なので長編み1目で次の目に増し目、それを繰り返して編んでいきます。なので次はまた1目長編みを編んで、1目編んだら次の目に増し目、っていう感じで、前段の細編みが24目だったので12目増し目をして、1周の長編みが36目になるかなと思います。はい、1周編んできました。1周編んだら最初のね立ち上がりの鎖の3目目のところに針を入れて引き抜いて、これで1周編めました。はい、では次3段目ですね。3段目も長編みをずっと36目編んでいくんですけれども、3段目は長編みと長編みのね表引き上げ編みって言って、この前段のね足のところを横に針を入れてすくって編んでいくのを交互に入れながら編んでいきます。なので鎖まず3目で立ち上がって、でこれまず1目目で
で次の目のところにまず針に糸をかけて、それから前段のね長編みの足のところをすくってから長編みを編んでいきます。これが表引き上げ編みになります。でこれを1目編んだら次の目は普通の長編み、前段の頭を拾っての長編みを編んで、で普通のを編んだらその次は引き上げ編み、足の部分をすくって長編みっていうのを交互に繰り返して1周編んでいきます。で特にね増減はないので長編みの目は全部で36目のままですけども、引き上げ編みの部分が1/2の18目できるかなと思います。はい、1周編んできました。最後の目は引き上げ編みで終わって、最初の立ち上がりの鎖の3目めのところに引き抜いて、これで3段目が編めました。次4段目ですね。4段目で最後ですけども、4段目も今の3段目と全く同じ編み方で1周36目、引き上げ編みとね長編みを交互にしながら36目編んでいきます。こんな感じで最後まで編めました。そしたら糸を切って糸始末をして、はい、これでね帽子本体は出来上がりです。ちょっとかぶってみます。で今ここで二股に分かれているので、ここが頭の上に来るようにして、こういう感じで絞ってみます。編んでた糸と同じ糸でギュッと絞ります。ちょっと反対も向けて、ハートみたいになってね可愛いです。帽子の高さは約13センチ、頭周りは約24センチぐらいになっています。あとこんなリボンつけてもいいですね。最後これね顔をつけたい場合はこちらの毛糸で簡単に鼻のところを作っていきます。輪の作り目をして同じく8号針で輪の作り目をして、この輪の中に細編みを10目編み入れて、それで終わりです。輪を拾って細編みを10目編んでいきます。2ざっくりとね大きめの方がいいかなと思います。4、5、9、10、はい、10目編んで、ちょっと見えにくいけど最初の細編みのところに引き抜いて、もう一回キュッとして糸を切って、でまだ真ん中に穴が開いているので最初の糸端でね引っ張って穴を閉じますけど、ちょっと閉じる前に形を楕円形みたいな感じでちょっと横長に引っ張っておいてからキュッと引っ張ります。そうするとちょっと横着ですけど少し楕円みたいなね形が出来上がります。糸端は一回もカットしてしまって、でそれをこうかな、この辺りに糸で縫い付けて、あとは目ボタンとか鼻ボタンとかこちらを糸で全部縫い付けていったら完成です。ボタンつける位置によっても表情が変わってくるのでまた楽しいかなと思います。こんな感じで今回はうさぎの帽子を作ってみました。ぜひ参考になったなという方はグッドボタンよろしくお願いします。次回の動画ではこの帽子に合わせて同じ毛糸を使いながら簡単なワンピースを編もうと思いますので、またご覧いただけたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。